回はウィービングクロッシェという技法のチェック柄のストールの作り方を紹介します。ウィービング、織物、そしてクロッシェ、かぎ針編みを組み合わせた技法になります。一見複雑そうに思うんですが、これ実はとっても簡単で、土台はかぎ針で方眼を編んでいます。そして後からその方眼に縦糸を通していくと、こんな風なチェック柄が簡単にできるんですね。これから春先の季節まで使えるように、明るくて軽やかな配色のチェックのパターンを考えてみました。糸もふわふわとして軽い糸を使っています。では一緒にやっていきましょう。使用するのはこちらのケイト・ピーロさんのホイップスという糸です。糸の情報はこちらになります。まず土台となる方眼編みを編んでいきます。私はすべて6号の針で編むんですが、鎖編みがどうしてもきつくなってしまうよという方は、1号サイズを上げて作り目を編んでみてください。そして方眼編みを編むところからは、6号の針に変えていくといいと思います。では鎖編み115目編みます。見本は小さく編んでいますが、実際には115目編んだところですね。ではここにマーカーを入れておきます。ここから鎖編み3目で立ち上がります。これは長編み1目の代わりとなります。マーカーの入っている目が長編みの根元の目になりますね。次は鎖1目です。マーカーの入っている隣の目を飛ばして、その次の目に長編みを編みます。方眼が1つ作れました。次は鎖1目。1目飛ばして次の目に長編みです。鎖1目です。1目飛ばして次の目に長編みです。ではこれを繰り返して端まで、全部で方眼のマスが57マスになりますね。編み進めていきます。1段編めました。では2段目です。鎖編み3目で立ち上がって向きを変えます。鎖1目編んで、長編みのところに長編みですね。鎖1目編んで、長編みに長編みです。では端まで繰り返します。2段目の最後のところですね。鎖1目編んであります。下の鎖を1つ飛ばして立ち上がりの鎖3目になりますね。ここに長編みを編みます。ですがこの位置で止めて、次は3段目オレンジの糸に糸を変えますので、ここでオレンジの糸を引き抜きます。2段目が終わりました。緑の糸はここでカットしておきます。糸始末できるように10センチぐらい残してカットするといいと思います。では3段目をやっていきます。オレンジの糸で鎖編み3目で立ち上がって向きを変えます。鎖1目です。下の長編みに長編みを編みます。鎖1目。下の長編みに長編みを編みます。端まで編んでいきます。編み終わりのところですね。鎖1目飛ばして立ち上がりの鎖3目のところです。ちょっと見にくいですが、ここですね。ここに長編みを編みますが、またこの位置で止めて、次は白の糸に変えていきます。
オレンジの糸は10センチぐらい残してカットしました。では白の糸に持ち替えて白の糸を引き出します。これで3段目が終わりました。ではこの後配色のパターンは図にしてありますので図を参考にして編み進めてください。107段編んだものがこちらになります。糸端がたくさん出ていますので、この後糸始末をします。では糸始末をやっていきます。糸は同じ色のところに隠していきます。ではこんな感じで全て糸始末をしてしまいます。たくさんあります。頑張ってやっていきましょう。次はウィービングになります。この方眼の穴に糸を通していきます。糸はフリンジの分も含めて約2メートル40センチにカットしたものを3本取りでやっていきます。ではこんな感じで向こう側まで行います。フリンジの長さを両端で同じぐらいになるように整えます。次は2列目をやっていきます。2列目はグレーの糸の3本取りで行います。糸の出方が前の列とは上と下逆になるように糸を通します。隣の列とは糸の出方が逆になっています。ではこれで端まで進めていきます。2列目ができました。次は3列目です。3列目はグリーンの糸を使っていきます。3列目は1列目と同じ通し方になります。では端までやっていきます。3列目が終わりました。この後は配色の図に従って最後の列まで行います。色の順番は段、横の行と同じになります。すべて糸を通すことができました。チェックの柄が浮かび上がってきています。最後にフリンジのところを結んでいくんですが、その前に、この糸を通したところが例えば突っ張っていたりだとか、逆に緩んでいたり、こういうところがないか確認して、すべて平らにならしてくださいね。フリンジの本数が57本ありますので、3で割ると割り切れます。ですので3本ずつ結んでいこうと思います。
こちら側が結べたら反対側も同じようにします。これで本当の最後ですね。フリンジの長さを切り揃えていきます。まずはフリンジをきれいに並べます。ちょっとしたコツなんですが、マスキングテープを使うと切りたい長さにまっすぐ切れます。ここから13センチのところにマスキングテープを貼りました。ではカットしていきます。